日産、スカイラインハードトップ 2000GT-R。オーバーフェンダーで武装した憧れの箱スカ R。フォードアボディでの行き詰まり。当時は、純、レーシングマシンの先進機構と捉えられていた、4バルブ、DOHC のヘッド機構を組み込む S20 型エンジン。この珠玉のユニットを、フォードはセダンのボディに積み込み、1969年2月に発売されたのが PGC10 型スカイライン 2000GT-R だった。赤バッジの伝統を守り、前代未聞の高性能、最高速度時速 200km、04加速 16.1 秒を誇った箱スカの R は当時の車好きに大きな衝撃をもたらす。GT-R は先代の GTB と同様、早速サーキットに持ち込まれる。デビューレースは1969年5月に開催された 1969JAF グランプリレースだった。激しいバトルの末に最大のライバルであるトヨタ 1600GT がトップでゴールしたものの、走路妨害の判定から2位でチェッカーを受けた篠原孝道選手ドライブの39号車 GT-R が繰り上げ優勝となった。最初の勝利は新勝だった GT-R だが、その後のレースではマシンの改良と熟成が進み、徐々に他社を圧倒するようになる。そして1970年シーズン終了時には連勝記録を35にまで伸ばしていた。快進撃を続ける一方、GT-R の開発陣とレーススタッフは大きな壁にぶち当たる。フォードはセダンボディの軽量化が限界に達し、空力性能の向上も期待できない状態に陥っていたのだ。このままではレースに勝ち続けることはできない。そう判断した日産スタッフは GT-R の大胆な変更を画策する。ボディをフォードアセダンから新設計の2ドアハードトップに切り替える方針を打ち出したのだ。ハードトップボディの GT-R の登場。ユーザーニーズの多様化が顕著になった1970年代、市場ではスポーティーで美しい2ドアハードトップ車の需要が伸長していた。その対応策として、日産のスタッフは C10 型系スカイラインにハードトップシリーズを加えることを決定する。開発にあたって、1、スポーティーでムードあふれるスタイルの実現、2、重厚で豪華な内装の演出などを基本テーマに掲げた。一方、GT-R のハードトップ仕様も別展開で開発が進められる。基本ボディは他のハードトップと基本的に共通。従来のセダン版 GT-R に比べて全長が 65mm、全高が 15mm、ホイールベースが 70mm も短縮される。前幅に関しては、リアに樹脂製のオーバーフェンダーを装備したことから 55mm ほど拡大された。ボディがコンパクトかつ軽量になり、しかもボディ高が低くなったことで空力特性もリファインされたハードトップ版 GT-R はセダン版 GT-R に代わる形で1970年10月に市場デビューを果たす。形式は KPGC10 型。車種展開は廃翼ガソリン仕様 160PS、18.0kg/m とレギュラーガソリン仕様155PS、17.6kg/m の2タイプを用意し、車両価格は2社ともに154万円、東京標準価格に設定していた。ハードトップは、青函、オーバーフェンダー装着。ハードトップ版 GT-R は、内外装の演出についてもセダン版とは趣を異にしていた。外装では、ブラックアウトした新形状のグリルとリアフェンダーを装着した上で、メッキパーツ等の装飾部品を省略。メーターレイアウトでは、大型の速度計と回転計を中心に独立したナセルを持つ水温計、燃料計、油圧計、時計、オプション設定を配する。また、インパネのウッドパネルの装着は、センターコンソールの一部のみとした。より精悍でスパルタンに変身したハードトップ版 GT-R は試作車の完成からほどなくしてレース部隊の現場に持ち込まれる。ボディのコンパクト化によって運動性能そのものはフォードア版より向上。さらに空気抵抗の減少はコーナー及び直線時の
加速性能のアップにつながっていた。一方、ホイールベースが短くなって前後の荷重移動が大きくなった分、アンダーステア傾向が強くなる。この問題に対して開発陣は当初、サスペンションチューニングの見直しやスタビライザー系への変更で対処。後にはフロントアンダースポイラーの装着などを実施し、旋回性の引き上げを図った。ハードトップ GTR のレースデビュー。ハードトップ版の GTR は1971年3月開催の全日本鈴鹿自動車レースで初陣を切る。小雪混じりの悪天候の中、それでも黒沢元春選手がかる65号車のハードトップ GTR が T クラストップで快走し、見事にデビューウィンを飾った。その後もハードトップ GTR は連戦連勝を続け、マスコミ界ではスカイラインがレースに負けるとニュースになるとまで称されるようになる。そして1971年10月開催の富士 GC マスターズ 250km レースでは3号車の黒沢元春選手がトップチェッカーを切り GTR の連勝記録は49にまで達した。次はいよいよ区切りの50勝目。しかし、レース舞台の現場では GTR の性能アップに苦心惨憺していた。C10 型系スカイライン自体はフルモデルチェンジを目前に控えていたため、ベース車のシャシー性能の向上は望めない。また、S20 型エンジンについても改良の余地はほとんど残されていなかった。それでも現場のスタッフは、なんとか知恵を絞り、足回りの改良やエンジンの出力アップを図っていった。1971年12月、富士スピードウェイにおいて、富士ツーリストトロフィー500マイルレースが開催される。50連勝を目指した日産ワークスは、このレースに、高橋国光、と平健二選手組、北野元、長谷見正弘選手組、砂子義和、津田助弘選手組という3台のハードトップ GTR をエントリーするが、高橋、と平選手組は、カペラロータリークーペとの接触、北野、長谷見選手組と、砂子、津田選手組は、メカトラブルにより、リタイアしてしまう。結果的に勝利を収めたのは、マツダファクトリーの、鴨、増田選手組、サバンナ RX3。この時点で、ついに GTR の連勝記録は途切れてしまったのである。このまま衰退の一途をたどるかに見えた、ハードトップ GTR。しかし、日産のレース部隊は、ここで底力を発揮する。乾いた雑巾を絞るように、GTR に磨きをかけたのだ。S20 型エンジンに関しては、カムプロフィールの変更や、フライホイールの軽量化などを実施。足回りでは、ブレーキのディスクローターをベンチレーテッドタイプに一新する。また、サスペンションのチューニングも徹底的に見直した。再び50勝目の勝利を目指した日産ワークスは、1972年3月開催の富士 GC300km スピードレースに高橋国光選手と平健二選手が狩る2台のハードトップ GTR を出走させる。豪雨と強風の悪コンディションとなった同レースは、高橋選手の15号車がサバンナ RX3 やセリカ 1600GT といった軽量ハイパワー車を圧倒。すべてのマシンを周回遅れにして見事トップでゴールした。この時に GTR はついに悲願の通算50勝を達成したのである。使命を終えて50勝を達成した後もハードトップ GTR はレースに参戦し続ける。1972年5月開催の日本グランプリ TB レースと同年6月開催の富士 GC300 マイルレースでは高橋国光選手がドライブする GTR が優勝。同年9月開催の富士インター200マイルレースでは北野元選手の GTR がトップチェッカーを受けた。ちなみにこれらの勝利を獲得した GTR の S20 型エンジンは燃焼室形状に改良を加えていた。吸気側は従来と同様の多球形だったが、排気側にはペントルーフ型を採用。同時にカムのプロフィールも変更し、発生出力を引き上げる。また、車体ではオーバーフェンダーの形状変更を、足回りでは太
等ピッチのコイルスプリングを採用して、走りの性能を高めた。KPGC10 型のハードトップ GTR がレースで検討する最中、1972年9月には C110 型系の4代目スカイラインが市場デビューを果たす。質、量とも国際水準を上回る車を基本テーマに開発し、市場ではケンとメリーのスカイラインキャンペーンを大々的に展開した C110 型系。翌73年1月には S20 型エンジンを積んだ KPGC110 型ハードトップ 2000GT-R が登場するが、KPGC10 型より大きく重くなった車体はレースには不向きで、しかも厳しさを増す排出ガス規制への対処もあって、最終的に実戦投入は見送られた。一方、KPGC110 型 GTR がデビューした後も KPGC10 型はプライベーターの手によってサーキットで活躍する。そして1973年4月開催のレースド日本6時間や7月開催の全日本富士 1000km レースなどでクラス優勝に輝いた。レースと共に知名度を上げ、その名を車好きの心に深く刻みつけた PCG10、KPGC10 型スカイライン GTR。後継の KPGC110 型では成し得なかった上昇 GTR の復権は、結果的に1990年の全日本ツーリングカー選手権に参戦する BNR32 型まで待たなければならなかったのである。S20 型エンジンと R380 用 GR8 型エンジンの相違点。R380 用 GR8 型のディチューン版と称されることの多い S20 型エンジン。しかし確かに S20 型は GR8 型のシリンダーブロックを流用する形で開発が進められたものの、中身はディチューンという表現ではくくりきれないほどの設計変更が行われていた。シリンダーヘッドのカムカバーは GR8 型の左右別体系に対して一体型を装着。燃焼室形状は GR8 型がペントルーフ型で S20 型は多球形を採用する。ピストントップの形状も異なり、GR8 型が凸型、S20 型はフラットに近い形状に仕立てた。また、ボアストロークに関しては、GR8 型が 82.0×63.0mm、排気量 1996cc に対して S20 型は 82.0×62.8mm、排気量 1989cc。コンロッドは GR8 型がチタニウム製で S20 型が鋳鉄製を装備する。他にも燃料供給装置GR8 型は前期型ウェーバー 42DCOE×3 後期型系ジェトロニック S20 型はソレックス 40PHH×3 やオイル潤滑方式 GR8 型はドライ散布式 S20 型はウェット散布式カム駆動方式 GR8 型はギアトレイン S20 型はダブルローラーチェーン一次減速のみギアディストリビューター取り付け位置 GR8 型はインテーク側カムシャフト後方 S20 型はインテークマニホールド前方などが異なっていた。多岐にわたる新設計パーツの内容を踏まえると S20 型はほとんど新開発のエンジンと言えるものだったのだ。